ローラルライフスタイル、花のある暮らし。皆さんこんにちは。今日の動画はいつもと少し違った動画になります。私はこの動画を作っているミキの親友のマナと言います。今日はミロ&クイーンズイギリス北部田舎暮らしの動画を作っているミキにイギリスでの花のある暮らしとインテリアについてインタビューをしていきたいと思います。この動画を見て何かご質問などあればぜひコメント欄で教えてくださいね。そしてチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。それではインタビューしていきますね。では最初にこの YouTube チャンネルを作った理由を教えてください。マナ、今日は協力してくれてありがとう。マナも言ってくれた通り、今日はいつもとは少し違った感じでの動画になっています。こうやっておしゃべりするのは初めてで少し照れくさいですが、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。ではさっきの質問にお答えしますね。このチャンネルを作ったきっかけからお話ししたいと思います。イギリスの南部から3年ちょっと前に引っ越してきて、このとっても綺麗なイギリスの田舎での暮らしを動画にしたらどうかと夫に勧められたのがきっかけなんです。あと現代の忙しくて常に情報に追われる生活の中で見過ごされがちなゆっくりとした暮らしの大切さを伝えたいと思ったからなんです。田舎での暮らしは自然に寄り添いながらシンプルで丁寧な時間を過ごすことができると感じています。手作りの料理を作ったり、花を摘んだり、静かな景色を眺めたり、そんな一つ一つの小さな瞬間に心が満たされる感覚がありますよね。私にとってのスローライフは単にゆっくりに生きるということではなくて、自分自身や自然、本当に大切なものと再びつながることでもあるんです。このチャンネルを通してそんな暮らしの魅力を共有できて、どこにいても小さな幸せや日常の美しさに気づいてもらえるきっかけになれば嬉しいなと思っています。そうなんですね。素敵。今回の動画は花のある暮らしというテーマですが、どういう意味でしょうか？私にとっての花のある暮らしとは、日々の暮らしの中に自然を大切に取り入れることですね。ただお花が好きというだけではなくって、花の存在や季節の流れ、その静かな美しさを感じながら生きることを意味しています。お庭でお花を育てたり、ドライフラワーや押し花を作ったり、お花を摘んで花瓶に飾ったり、散歩中に野花を見つけて心が和んだり、そういった瞬間が毎日の生活に優しさと自然に対する感謝の気持ちをもたらしてくれます。お花は私にとって今この瞬間の美しさに気づかせてくれる静かな先生のような存在なんですね。花のある暮らしはただお花を楽しむだけではなくって、物事を美しくゆっくりと感謝の気持ちを持ってみる生き方そのものだと思っています。
そうなんですね。よくわかりました。動画から伝わってくるミキの暮らしが大好きなのですが、自然を上手に暮らしに取り入れているなと思います。このお花を取り入れる暮らしは何も特別なことではなくて、家のサイズ、どこに住んでいるか、そういうことではなく、誰にでもできる暮らし方だと思っています。そして一年中どんな季節でも取り入れられる暮らし方だと思っています。ちなみに冬に出回る花はとっても綺麗で素敵です。ミキがアレンジするお花、とても素敵で大好きなのですが、どのようにして花の種類を選んでいるのですか？いろいろなテクスチャーの花を取り入れることですかね。花の色、例えば私の好きな色は紫、ピンク、白、水色で、使わない色ははっきりとした色の赤やオレンジなんです。でもピンクっぽいオレンジは好きですね。あとは、奥行きを持たせることですかね。例えばいろいろな大きさの花を組み合わせたり、色の濃いのと薄いのを合わせたりすると奥行きが出てきたりします。そうなんですね。では花を使ったインテリアで大事なポイントはどこですか？まずは色ですかね。我が家の色はインテリアに関しては緑、ピンク、黄色を使ったインテリアにしたくって、そこに合うような色のトーンの花をドライフラワーに取り入れたりしています。次にテクスチャー、例えば木やタイルなどの硬い素材からドライフラワーなどの乾いた感じの素材、生花などのみずみずしい素材などを使うことですかね。そしてそこにぬくもりを与えてくれるのがクッションとかブランケットなどのファブリック類です。あとまだあまり取り入れられてないのですが、照明も大事だと思っています。そしてこれは私が一番大切にしていることなんですけれども、部屋のインテリアにぬくもりを持たせることです。私自身あんまり寒々とした無機質な感じが苦手なので、ブランケットやクッション、キャンドルなどの温かみのある明かりで部屋のぬくもり感を作っています。お部屋を落ち着くリラックスできる空間にしたいと思っています。あとちょっとした冒険心も大事ですよね。使ったことのない色を取り入れてみるとか、今回作ってるドライフラワーでも普段使わない黄色の花を取り入れてみました。そしたらとっても華やかさが出て、とてもいい感じになりました。やってみたいことはやってみると新しい発見ができるので楽しいですよね。わかりました。とても素敵なアドバイスありがとうございます。ではインテリアを考えるにあたってどこでインスピレーションを得たりするのですか？インスタグラムだったり YouTube のインテリア動画、Pinterestや雑誌、おしゃれな雑貨屋さんとかアンティークショップ、カフェ、あとはお友達のお家など
いろんなとこからインスピレーションを受けています。例えば壁の色を塗る時の壁の色、壁紙など失敗したくないですよね。どんだけ考えても塗ってみると思ってたんと違うってなることもあります。でもやってみて自分の思っていたのと違うと思ったらやり直せばいいし、スタイリング次第でどうにかなる時もあります。私も結構失敗したこともいっぱいあって、例えば昔ロンドンに住んでいた時に玄関のドアのペンキを青色に塗ったことがあったのですが、その色思ってたのと正反対ぐらいの色でびっくりするぐらい気に入りませんでした。でも何でも挑戦してみることは大事だなと思います。いいアドバイスですね。ありがとうございます。ミキのパーソナルスタイルとはどんなスタイルですか？お洋服だったりアクセサリーだったり。お洋服は基本カジュアルな格好が好きです。ずっと好きなのはオーバーオールで私の制服のようになっています。あとはジーンズやワンピース、お庭の色に溶け込むような色の服が好きです。アクセサリーは基本ゴールドで天然石が入っているものが好きです。今日はとても楽しいおしゃべりありがとうございました。視聴者の皆さんも楽しんでいただけたでしょうか？今回は新しい試みでインタビュー形式の動画となりましたが、いかがでしたか？もし楽しんでいただけたならコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。それでは今回のインタビューはこれでおしまい。見ていただきありがとうございました。マナー、とても素敵なインタビューありがとうございました。いつもと違ったナレーション入りの動画いかがでしたか？こうして一緒に花のある暮らしを楽しんでくださってとても嬉しいです。暮らしの中に花を取り入れるようになってから私は毎日の過ごし方が少しずつ変わったように感じます。それはただ部屋に花を飾るというだけではなくって自分の暮らしを見つめ直す、そんなきっかけをくれる存在でした。最初は野花を摘んでお部屋に飾るところからスタートしました。でもその小さな花がなんだか部屋の空気を優しくしてくれて、それでそこからここにも飾ってみよう、花瓶を変えてみようと少しずつ花を使ったインテリアに興味が広がっていったんです。例えばダイニングテーブルの上にはお庭で摘んだ花を主役にした小さなアレンジメント、ご飯の時間に目に入るたびにほっと心がほどけるような気がします。今回動画にしたようにお部屋の大きな針にはお庭で摘んできたお花をドライフラワーにして大げさなものではないけれどほんの少しの彩りが気持ちのスイッチを入れてくれるんですよね。決して大きな花束じゃなくてもいいし高価なお花を揃える必要もないと思います。時には道端で見つけた野花だけでも十分素敵なインテリアになると思っています。大切なのは自分の暮らしに目を向ける時間を持てたことだと思うんです。お花は
私たちが少し立ち止まって丁寧に暮らすきっかけをくれる存在なんだと思っています。この動画がそんな花のある暮らしの楽しさを感じていただけるきっかけになっていたら嬉しいです。もしよかったら皆さんの暮らしの中にもちょっとだけ花を取り入れてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。最後までこの動画を見ていただきありがとうございました。